工場で働く私は妻と結婚し、子供はいなかったが、二人で穏やかに暮らしていた。妻は私の少ない給料で上手にやりくりし、家庭を支えてくれていた。最近は取引先の上司が工場に無理な注文をしてきて残業続き。帰宅時間は遅くなり、一緒にご飯を食べることも減ってしまったが、妻は何も言わず支えてくれていた。そんな妻に少しでも日頃の感謝を伝えたいと思った私は、結婚記念日に妻の好きな寿司を食べに行こうと思った。貧乏だったけど大事な記念日なので、高級寿司に連れて行くことにした。実は前から検索して気になっていた店に早速電話し予約した。結婚記念日に食べに行くというと、素敵ですねなんて言われて恥ずかしかった。妻も喜んでくれるかなと期待に胸を膨らませながら当日を迎えた。めったに履かないスカートとヒールに戸惑いながら、妻はワクワクした表情だった。私もカジュアルなスーツを着て一緒に予約した高級寿司へ向かった。到着し中に入ると、初老の夫人が座るカウンター席の隣に案内され、私たちは緊張しながら座った。落ち着いた照明に清潔感と上品さのある店内。こんなお店に来るのは人生で初めてだった。カウンターの中には何人かの板前さんが立っていて、今日私たちに寿司を握ってくれる板前さんは、お店を検索した時にも出てきたこの店の大将だった。大将は貫禄はあるものの、とても穏やかそうな人だった。こんなに素敵なお店は初めてです。失礼にならないお寿司の食べ方を教えてください。私が言うと大将は、はいよ、と通る声で返事をして、早速準備を始めた。妻は隣の夫人に目をやった。私が見てもうっとりするぐらいにとても上質な着物を着ていた。隣の方、素敵な着物じゃない？私ももっときちんとした服を着てくればよかったかな。妻は自分の服装が恥ずかしくなったのか、そんなことを言ってきた。そんなことないよ、と言いつつも、私も自分の服装がお店に釣り合っているか心配だった。その時、私たちの会話を聞いていた夫人がこちらを見てニコリと笑った。そんなこと言っていただけて嬉しいわ。でもね、これタンスの肥やしになっていたから着ただけなの。あなたも素敵なお召し物よ。夫人はそう言って優しくフォローしてくれた。妻は恥ずかしそうに笑い、私は軽く頭を下げた。お茶とガリが出され、大将が握ったものを下駄に出してくれた。手でもお箸でも構いません。ただ、下駄に出した時が美味しいので、なるべくすぐに召し上がってください。大将に教えてもらい、私と妻は箸でお寿司を食べた。白身の握りで臭みはなくさっぱりとした味わいだった。その後も大将は食べる寿司の説明を一つ一つ丁寧にしてくれた。こちらは炙った南マグロです。食べた後にガリやお茶でお口直しをしても大丈夫です。タイです。今日のお二人にぴったりですね。タイの話が聞こえていたのか、夫人が何かあるのかと聞いてきた。実は今日、結婚記念日でして。照れて私が言うと、夫人は顔をくしゃくしゃにしてめでたいなと笑ってくれた。そして夫人は私にビールを。お酒の飲めない妻には食後に甘味を注文してくれた。出されたビールを夫人と乾杯し、周りにいた他のお客さんたちも私たちのことをお祝いしてくれた。初めて来た高級寿司で緊張していたが、和やかな雰囲気に私たちは幸せな気持ちになった。するとその時、
ちょうど一人の男性が入店してきた。なんとなくそちらに目をやった私は、その人物と目が合い、思わずあっと声が出てしまった。それは私の働く工場の取引先上司だった。いつも機械油で汚れている私たちを汚いといった目で見下すトゲトゲしい人だった。そんな取引先上司は最近、私たちに生産性を上げろと無理な要求ばかり。無茶な発注に人手のない中で作業をする私たちは残業続きで毎日うんざりだった。まさかそんな取引先の上司とこんなところでばったり会うなんて、と嫌な気持ちになってすぐに目をそらした。けれど上司は一瞬で私だと気づき、ずかずかと近寄り顔を覗いてきた。誰かと思えば工場のお前か。どうも、と私が作り笑いをする一方で、上司は私と妻を見て鼻で笑った。こんなところで会うなんてな。俺は常連だから来るけど、お前みたいのがよく来れたな。嫌味なんていつものことだったから耐えた。夫人が間に入ろうと腰を浮かせたので、私は無言で微笑んで止めた。妻が私の腕をそっと掴んだ。上司は妻と隣にいる夫人を見比べ、お前の奥さん貧乏ったらしいな、と言った。その言葉に我慢していた私はプツンと何かが切れた。妻のことを言われて耐えられるわけがない。妻は関係ないだろう。それ以上ひどいことを言うな。そう心の中で言い返し、椅子から立ち上がって上司と睨み合った。妻は泣きそうだった。いいから、と妻は引き止めるが、私は怒りが収まらなかった。みすぼらしい格好の奥さんだな。老けて見えるよ。お前が稼げないから苦労してるんだ。手が上がりそうになるが、必死に抑えた。それまで和やかだった店内がざわざわしだし、せっかくこんなにもてなしてくれたのに申し訳なかった。ここで私が何か言い返しても、お店の雰囲気がますます悪くなるだけだったので、言葉を飲み込んだ。なんだよその目は。これ以上貧乏になりたくなかったら俺に立てつくな。工場長に命令すれば、お前なんかクビにできるんだぞ。私が何も言い返さないのをいいことに、取引先の上司は言いたい放題だった。しまいには、食べに来たのにお前らがいるから帰りたくなった、なんて言い出した。これ以上、お店にもお客さんにも迷惑はかけたくなかった。暴言を聞いて、お客さんだって嫌な気持ちになっただろう。私たちが帰れば収まるなら、と妻に目をやった。妻は、もうたくさん食べたから、と小声で言って微笑んだ。さあ帰ろうと、バッグを手に取ろうとすると、テーブルの下で夫人に止められた。カズちゃん、私の大事な友人が彼に迷惑かけてしまったみたいだから、今日は私がおごるから、いつものあれを出してあげて。カズちゃんとは大将の名前のようだ。夫人はよっぽどの常連さんなんだなとその時感じた。大将は一瞬ニヤッと口角が上がったように見えたが、すぐにいつもの冷静な表情に戻り、準備を始めた。上司もおごりと聞いて機嫌が良くなったのか、夫人の隣に遠慮なく座ってきた。本当におごってもらっちゃっていいんですか？ええ、思う存分食べていっていいわよ。何が何だかよくわからない私たちは迷って大将の方にふと目をやると、目が合った大将はただただ笑顔でうなずいていた。それから10分ほど上司と夫人は仲良さそうに話をしていると、大将があいよ、お待たせと上司の前に一人前の寿司を出してきた。いつものってこれですか？ええ、そうよ。遠慮せず
好きなだけ食べていって。それはガリ尽くしならぬガリのオンパレードだった。ガリの握り、ガリの軍艦、合わせて10貫ほど、それぞれ炙りやタレなど一つずつ違いがあり、バラエティに富んだもののようだ。いや、ガリばっかりじゃないですか。こんなもん貧乏人が食べるもんですよ。私たちみたいな上級国民はトロとかウニとかあるでしょ。それを聞くと大将の顔がぐっと険しくなり、うちのガリのことをバカにされてます？この繊細な味も理解できないようじゃ、これ以上お出しすることはできないですね。夫人は隣でうんうんとただうなずいている。それを横に見た上司は顔を真っ赤にしてバッと立ち上がり、俺は常連だぞ。社長といつも食べている方の握りとか出してくれよ。と怒鳴り始めた。私のおすすめはお気に召さないかしら？当たり前だ。こんなもん食えるか。大将はため息と同時に、正直お帰りいただきたい。私はね、幸せそうに食べてくれるこちらの若いお二人を返すなんてことあっちゃいけないと思っておるんです。他の方々にも迷惑がかかっているのでお引き取りください。二度とお越しいただかなくて結構。申し訳ありませんが、社長の方にもそうお伝えいただけますか、夫人。上司は一瞬固まり、何かを感じたのか、顔はどんどん青ざめていく様子で、夫人の方にゆっくり目を向けると、首をかしげた夫人が、どうかなさいましたかと素敵な笑顔で返していた。次に上司は震えながらも私のことを睨んできたが、それと同時に私の後ろにいる店内のお客さんが目に入ったのだろう。私には他のお客さんの表情はわからなかったが、背中越しにお客さんたちの帰れという思いが伝わってきた。大将だけでなく、その場にいたお客さん全員の冷たい目にビビったのか、上司は夫人にだけ軽く会釈をすると無言のまま出て行った。上司が出て行き、力が抜けた私は椅子にへたり込んだ。夫人が、大丈夫？と声をかけてくれた。板前さんが熱いお茶を出し、そっと私の肩を叩いてくれた。後ろにいたお客さんたちも拍手しながら、おととい来やがれってもんだ、などみんなでワイワイと盛り上がっていた。私はほっとしたが、お店に悪いことをしてしまったと正直後悔した。あの上司は私なんかよりお金はあるだろうし、今までだってきっとこの店に通っていただろう。そんな大切なお客さんを返してしまってよかったんだろうか。と大将に聞くと、やはり上司はよく来るお客さんではあるようだ。でも、この店をひいきにしてくれているのは夫人の旦那さんの社長さんで、あの方はいつもついてきているだけなんですよ。そうなんですか、と私は驚いた。さも自分はよく来ているかのような態度だったのに、話を聞いてみれば全然違った。常連でもないのに上司は横暴で、お店に社長はこれがお好きだからと今日仕入れていない魚を注文してくることもよくあったそうだ。私も途中で気がついたけど、夫が言っていたいつもお寿司の時だけへいこらついてくるというのは彼のことだったのね。と夫人も呆れたように笑っていた。私は寿司を美味しく食べてくれるお客さんを大切にしますので。大将はそう言って軍艦を食べていた私たちと隣の夫人にマダイのお吸い物を出してくれた。事前に結婚記念で行くとお店には伝えていたため、わざわざ仕込んでくれたのだそうだ。そしてそのお吸い物はその日来ていたお客さん全員に振る舞われた。帰る時には大将は穏やかな表情で私たちのことを見送ってくれ、他のお客さんたちもまた一緒に飲もう、帰り気をつけてねと
とっても温かい言葉をかけてくれて本当に嬉しかった。ありがとう。そう妻がつぶやくと、そっと腕を組んだ僕らは仲良く店を後にした。これは後から聞いた話なのだが、私たちがお店に行った翌日、社長が夫人と共にお店に謝りに来たそうだ。大将は謝る社長にいえいえと、むしろ夫人に助けられましたと感謝をしていたそうだ。社長が妻は怖かっただろと大将に聞くと、小さくうなずく大将に、別に食べろって言ったわけじゃないのよ。これじゃあ私が悪いみたいじゃない。と夫人が嘆く一幕もあったそうだ。その後、工場に無理な発注はなくなり、日頃の横暴な態度を知られた取引先上司は肩身が狭くなったようだ。残業はなくなり、仕事は以前のように落ち着きを取り戻した。夜には妻と一緒にご飯も食べられるようになった。あの日訪れた高級寿司屋の大将と隣にいた夫人、そして店にいた他のお客さんには感謝しかない。私はそんなにたくさん寿司屋には行けないだろうが、また来年の記念日には寿司の好きな妻を連れて食べに行きたいと思っている。